普段はスイングトレードをしているけれど、仕事が忙しいとエントリーの機会を逃すことが多く、正直両立が難しい。平日は仕事が忙しくて、日中は全くチャートを見ることができない。そんな状況でもトレードできる方法はないだろうか。中長期投資だとちょっと期間が長すぎるので、もう少し頻繁にかつ高いリターンを狙って取引できる資産運用の手段はないだろうか。今回の動画は、このような悩みを持っている兼業トレーダーの方や、これからトレードを始めたい初心者の方に向けて、ポジショントレードの始め方を徹底解説します。動画の後半ではよりイメージを持ってもらいやすいように実際のトレード例も紹介していますので、日々の仕事を犠牲にすることなく自分のペースで無理なくトレードを続けたいという方は、ぜひデイトレード、スイングトレードに続く第3のトレードスタイル、ポジショントレードの魅力に触れてみてください。それでは早速本題に入っていきましょう。まずはポジショントレードとは何かという点から解説していきたいと思います。聞いたことがない方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、ポジショントレードとは数ヶ月から時には年単位のスパンで取引を行うトレードスタイルのこと。兼業でトレードされている方でスイングトレードを行っている方は多いと思いますが、スイングトレードが一般的に数日から数週間、数ヶ月の単位で取引を行うのに対し、ポジショントレードはさらに長期の時間軸で取引を行います。後ほどスイングトレードとポジショントレードの違いについても詳しく解説していきますが、スイングトレードよりもさらにゆったりとした取引スタイルで、かつ大きな値動きを狙っていくというのがポジショントレードの魅力です。この動画をご覧になっている方の中には、現在すでに兼業でトレードをしているという方もいらっしゃると思います。週末やその日の朝に相場状況を確認して、今日は取引できそうかなと見通しを持った上で、日中仕事の合間を見てですね、チャートの4時間足とかを見てエントリーをしているという方も多いと思いますが、正直打ち合わせがずっと続いたり、午後の間中業務が忙しかったりすると、日中は全くチャートを見ることができない。取引の機会を逃してしまうということは結構あると思います。とすると、チャートをチェックできるのは帰りの電車の中ということになるんですが、スマホの小さな画面でチャートを見てエントリー、つまり買ったり売ったりといった注文を出すのはなんとなく気が引ける、自信がない。やっぱり帰ってから PC の大きな画面を見ながらエントリーしようということになりますが、帰宅した後はどっと疲れて頭も働かない。そんな状態で適当にエントリーしても負けで終わってしまう。そういう苦い経験をされたことがある方、まさに今その状態で悩んでいるという方は多いと思います。一方、今回のテーマであるポジショントレードなんですが、このスタイルの最大の特徴は圧倒的な時間的自由度。日中の値動きを追い続ける必要がなく、1日1回、または週に数回チャートを見るだけでも十分対応可能です。だからこそ特に忙しい社会人や兼業でトレードしている方にも適したトレードスタイルなんです。では次にポジショントレードの時間軸について見ていきたいと思います。時間軸というのはどれぐらいの期間で取引を行うか、その取引スパンのことを言います。例えばドル円やゴールドといった銘柄を買ってから売って利益確定するまでですね、だいたいどれぐらいの目安で保有するかを意味します。ある銘柄を新規に購入したり、空売りしたりすることをポジションを持つ。手締まうまでの間のことをポジションを保有すると言います。この表を見ていただきたいんですけれども、ここに各トレードスタイルごとのポジション保有時間と対応するチャートの時間軸を書いています。チャートの時間軸というのは、値動きの推移を表したチャートには、どの期間での値動きを表したものかに応じて、異なる時間軸のチャートというものが存在します。例えばこちらは1日単位での値動きを表した日足。こちらは4時間ごとの値動きを記録した4時間足というもの。こちらはさらに細かく5分ごとの値動きを表した5分足チャートです。トレードを行うときは、だいたいこの表に書かれている時間軸のチャートを使うことが一般的です。空白になっている時間軸は不要ということではありません。僕は普段このチャンネルでスイングトレードを行う場合も、デイトレードを行う場合も、ここの月足のところまで見るべきというお話をしてるんですが、あくまでだいたいこのあたりをメインに使う。そんな風に見ていただければと思います。トレードスタイルには4つのタイプが存在します。スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、ポジショントレードです。一番下は中長期投資です。各トレードスタイルをですね、簡単に振り返っていきたいと思いますが、まずスキャルピングというもの、短いものは秒単位から数分単位でポジションを保有して決済する取引スタイルです。使用するチャートの時間軸は1分足や5分足といった短い時間のものを用います。次、デイトレードですね。デイトレードはこれも様々な取引スタイルというのがありますけれども、短いものは数十分でポジションを持って決済するものもありますし、数時間保有するものもあります。
ただデイトレードの原則というのは、その日のうちにポジションを手締まうという点。スイングトレードやポジショントレードのように日をまたがないということが特徴です。使用するチャートの時間軸は5分足から日足くらいまで。中でも1時間足から5分足くらいを使う方が多いと思います。次がスイングトレードですね。短いものは数日から1週間。長いものだと数ヶ月くらいと、これもポジション保有期間によって短期のスイングトレード、長期のスイングトレードと分けることができます。使用するチャートは週足から4時間足くらいを使っている方が最も多いと思います。数日くらいの短期のスイングトレードだと1時間足も入ってきます。そしてポジショントレードですが、数ヶ月から場合によっては数年とかなり長いスパンでポジションを保有するのが特徴です。そして使うチャートですが、月足、週足、日足、この3つを使うことが一般的です。中長期投資が一般的に数年から数十年なので、スイングトレードと中長期投資の間ぐらい、それがポジショントレードの時間軸のイメージです。日々の細かい値動きに一喜一憂せずに、大きなトレンドに乗って大きな値幅を狙う。いわば相場の大きな波をゆったり乗りこなすトレードスタイルということができます。では続いて、ここまで見てきたトレードスタイルそれぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。まずスキャルピングなんですが、メリットの1点目としては、資金効率がいいという点が挙げられます。これは手持ちの資金を高頻度で取引してリターンを狙っていくということになりますので、その分資金を遊ばせておく時間が少ないということで資金効率がいいということになります。それから2点目なんですが、翌日にポジションを持ち越さない、日またぎリスクがないという点が挙げられます。日またぎのリスクというのは何かというと、相場が最も動くのはアメリカの金融市場がオープンしている時間帯。もちろん銘柄によって異なるんですけれども、アメリカ市場の時間帯が最も動きます。ただその時間帯というのは日本では深夜に該当しますので、多くの方にとっては就寝中ということになります。そうすると日本人の相場参加者が寝ている間に、アメリカで発生したニュースであったりとか経済指標などの結果によって相場が大きく動いて、その影響が保有ポジションに出るということになります。一方のデメリットの1点目なんですが、取引回数が多くなることに加えて、一般的にスキャルピングでは L 値幅が小さいですので、その分だけ損益に占めるスプレッド、手数料ですね、これの割合が高くなることになります。ですので、その点をうまくコントロールしないと、手数料の分だけ負けてしまうということにもなりかねません。それから2点目なんですが、取引中はチャートに貼り付く必要があるという点です。スキャルピングは先ほども説明したように1分足や5分足といった短い時間軸のチャートを使って相場の細かい動きを狙っていきますので、取引機会を逃さないようにチャートを張り付いて監視する必要があるということになります。その分時間が拘束されるということですね。それから3つ目なんですが、これは先ほどもお伝えした通り、スキャルピングは細かい動きを狙っていきますので、必然的に狙う値幅は小さくなります。次はデイトレードを見ていきましょう。まずメリットなんですが、スキャルピングに比べて狙える利幅は大きいです。またデイトレードもそれなりに取引回数がありますので、資金効率はいいということができます。またデイトレードは必ずその日のうちにポジションを手締まいますので、スキャルピング同様に翌日にポジションを持ち越さないという点が挙げられます。一方のデメリットの方なんですが、スキャルピングほどではないにしろ、頻繁にチャートをチェックする必要があるという点が挙げられます。デイトレードの時間軸にもよりますが、1日数回から数十回チャートをチェックする必要があるということで、その分時間の拘束が発生します。また大きなトレンドが発生しているような相場状況でも、ポジションを持ったら必ずその日のうちに手締まいをするということになりますので、一度に大きな利益を狙いにくいという点も挙げられると思います。続いてはスイングトレードですね。まずメリットなんですが、値幅の観点で言うと、デイトレード以上に大きな値幅を狙うことが可能です。また取引機会に関しては、ポジショントレードよりはスイングトレードの方が取引機会が多いです。はい、一方のデメリットですが、日またぎや週またぎ、月またぎが発生するため、相場状況の変化の影響を受けやすいという点が挙げられます。この相場状況の変化なんですけども、どういうことかというと、例えば皆さんがポジションを持った時点ではですね、リスクオン相場と言われる投資家が積極的にリスクを負う相場状況だったのが、ポジションを長く持っている間に、今度はリスクオフ相場と呼ばれる投資家がリスクを避けようとする相場状況に変わってしまった。そういった相場の地合いの変化の影響を受けやすいということになります。これはポジションを長く保有する、相場に長く参加するゆえに発生してしまう避けられない点ということができると思います。最後、ポジショントレードを見ていきましょう。まずメリットなんですが、スイングトレード以上に大きな値幅を狙えるというのが1点目。それから日中のチャートのチェックが不要という点も挙げられます。動画の後半でも説明しますが、トレードを指し値だけで完結することも可能です。それから3つ目なんですが、初心者の方でも比較的難易度が低いトレードスタイルということができます。
この点についても動画の後半の方で詳しく解説をしていきます。それから4つ目が、スワップポイントがプラスの場合は金利収入も得られるという点です。スワップポイントというのは主に FX を取引するときに関連してくるんですが、2つの通貨の金利差によって発生する収益のことを言います。FX などで金利の高い通貨を買って金利の低い通貨を売る取引を行うと、2つの通貨の金利差収入というものを得ることができます。はい、例えば為替 FX の取引でドル円という通貨ペアを買うということは、米ドルを買って日本円を売るという取引になるんですが、今は米ドルの金利が日本円の金利よりも圧倒的に高いですので、ドル円を買うと金利差収入を得ることができます。逆に金利の高い通貨を売って金利の低い通貨を買うと金利差損が発生します。先ほどと同じ条件のドル円の例で言うと、ドル円を売るときに発生します。次、デメリットの方なんですが、スイングトレードと同様に週またぎ、月またぎが発生するため、相場状況の変化の影響を受けやすいという点が挙げられます。また、取引機会の観点で言うと、スイングトレードより取引機会が少なくなりますので、多くの取引機会を望んでいる方にとっては、この点はデメリットということができると思います。はい、最後ですね、スワップポイントがマイナスの場合は、金利差損の累計額が大きくなることもあるという点が挙げられます。ただ、スワップポイントに関しては、値幅による利益をしっかり伸ばせば影響は小さいですので、どちらかというとおまけです。注意しないといけないのは、金利の高い通貨を売って、金利の低い通貨を買うポジションを長期で保有するときぐらいです。ではメリットデメリットの最後に、スイングトレードやポジショントレードに関するよくある誤解をお伝えしたいんですが、どういうものかというと、スイングトレードやポジショントレードは狙う値幅が大きいから損切り幅、つまりポジションを手締まう基準となる値幅も大きくなって損失も大きくなるんじゃないですかというものです。ただこれは全くの間違いです。確かに狙う値幅が大きいので対応する損切り幅もデートレやスキャルピングに比べると損切り幅は大きいですが、それと損失額には関係がありません。トレードというのはポジションを持つ前にこれぐらいの金額なら負けて失っても大丈夫というように許容損失額というのをあらかじめ定めます。そしてその許容損失額内で収まるように取引サイズ、つまりどれぐらい注文するかということを決めてから注文するからです。FX だとロットサイズとも言われます。例えば今ですね、FX のドル円チャートの1時間足を表示してるんですけども、デイトレードをイメージして、ここで買いのポジションを持ったとします。この時、この価格を下回ったらポジションを手締まう。その基準となる価格を損切りラインと呼ぶのですが、今回は例えばここを損切りラインにするというふうに仮定します。そうするとですね、ポジションを持つエントリーの価格の位置から損切り位置までが54銭あります。FX では値動きの単位をピップスという単位で表現するんですが、この場合は54ピップスあります。そうしたら仮に54ピップスですね、思惑の方向と逆に動いてしまっても、1万円ぐらいで損失が済むようにしたいということであれば、それに対応する取引サイズ、ロットサイズと呼ばれるものを決めて、そのサイズで注文を行います。例えば今は54ピップスですので、このようにロットサイズを0.17というふうに調整すると、ちょうどそれに該当する金額が9180円というふうに表示されますので、このロットサイズで注文すれば、たとえ価格がこの損切りラインより下に行ってしまったとしても、損切りラインのところできちっと手仕舞いをすれば、損失はこの9180円で収まるということになります。今度はドル円の週足チャートを表示しています。同じように今度はここで買いのポジションを持ったとします。そして損切りの位置を例えばここのラインというふうに仮定すると、今回は注文の価格、エントリーの価格から損切り位置までが693銭、つまり6円と93銭あることになります。先ほどのデイトリに比べるとかなり損切り幅が大きいです。ですので、先ほどデイトレードで設定したのと同じロットサイズを使って、この損切り幅のところを693という風にすると、損切り位置に達した時に、マイナス11万7810円の損失を被ることになってしまうんです。先ほどのデイトレードの時に比べてかなり大きいですよね。ただし、例えばロットサイズを小さくして0.02という風にしてみると、この693ピップスに対する損失額は13,860円ということになりますので、買いのポジションを持った後に思ったように上昇しなくて損切り位置を下回ってしまったとしても、しっかりと損切り位置で手仕舞いをすれば、損失額はだいたいこの13,860円付近で収まるということになります。このようにトレードというのは損失額をいくらにするかあらかじめ決めることができるんです。もちろん事前に決めた許容損失額に達したらポジションを手締まうという損切りはしっかりと行わないといけません。
これをやらないとどんどんと損失が拡大してしまい、手に負えない金額の損失を被るということになってしまいます。このように損失をコントロールすることを資金管理、リスク管理というのですが、詳しい内容はこちらの動画でさらに詳しく解説しています。さらに掘り下げて勉強したいという方はこちらの動画を参考にしてみてください。ということで、スイングトレードやポジショントレードと損失額の大きさには何も関係がないということ、資金管理をしっかりと行えば大丈夫ということを理解していただけたと思うんですが、最近ではですね、非常に小さい取引サイズ、先ほどの例だと0.02のロットサイズ、これは2000通貨という単位なんですが、これよりさらに小さい100通貨単位での取引を提供しているブローカーもありますので、そういった取引業者を使えば少額から開始することもできるということになります。では続いては、ポジショントレードの対象となる資産クラスについて見ていきたいと思います。資産クラスというのは株や債券ですね。国債や社債といったものが含まれますが、それから原油やゴールドに代表されるコモディティ、商品と呼ばれるもの、あとは FX、為替ですね。そして暗号資産のように、金融商品をカテゴリーごとに分けたもののことを言います。ポジショントレードではこれらの資産クラスすべて対象として取引することができますので、幅広い選択肢の中から皆さんご自身の好みに合った商品や銘柄を選ぶことができます。動画の前半部分で、ポジショントレードはスイングトレードと中長期投資のちょうど中間くらいの時間軸の取引という点を説明したんですが、ここではもう少しこれら3つの違いについて見ていきたいと思います。まずスイングトレードとポジショントレードなんですが、これらはトレードですので投機に区分されます。中長期投資は投資ですね。それから保有期間については先ほど説明した通りですので、ここは割愛したいと思います。次に必要資金なんですが、一般的には中長期投資の方が必要とする資金は大きく、スイングトレードとポジショントレードですね。トレードに関しては少額の資金でも始められるという特徴があります。これはレバレッジという仕組みを利用していることによります。レバレッジというのは手持ちの資金がたとえ小さな金額であっても、大きな資金を持っているかのように取引できる仕組みのことです。例えば手持ちの資金が200万円だったとしても、それが500万円とかそれ以上の金額を運用しているかのように取引できる仕組みのことです。レバレッジを使った取引は危険ですよなんていうことをですね、どこかで聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、これも動画の前半で解説した資金管理とリスク管理と同じことです。レバレッジが危険なのではなくて、リスク管理や資金管理を行わないこと、事前に計画した損失額の範囲内で手仕舞いを行わない、つまり損失のコントロールを行わないことが危険なんです。例えばですね、ドル円のレート、この動画を撮影している時点で140円の前半で推移していますけれども、このドル円を先ほど取り上げた1ロットですね、10万通貨取引しようとしたら、140×10 万で1400万円必要になります。ドル円の取引だけに1400万円を投じることができる人って非常に限られていますよね。でも例えばこれをレバレッジ20倍で取引すると、1400万割る20で70万円の資金で取引できるということになります。このようにレバレッジというのは少額の資金しかない方にとっても取引ができる機会を提供するものである一方で、レバレッジというのはブローカーから資金を借り受けて運用しているようなものなので、先ほどお伝えした損失のコントロールやリスクの管理を行って自分が対処できる損失額内で取引するということが絶対的に重要になるということです。それから続いては取引頻度なんですが、この3つの中だとスイングトレードの取引回数が最も多く、ポジショントレードが中程度、中長期投資が3つの中では最も少ないということになります。またそれぞれの取引形態の特徴ですが、スイングトレードとポジショントレードに関しては、買い方向のポジションを持つロングの取引と、売り方向のポジションを持つショート、空売りとも呼ばれたりしますが、この買いと売り両方の取引が可能です。中長期投資は一般的には買いのみです。もちろんですね、株などで信用取引といって売りから入る、空売りをするということは可能なんですが、一般的には買いのみを狙うというのが大多数だと思います。最後ですね、スイングトレードとポジショントレード、それぞれに向いている人を見ていきたいと思いますが、まずスイングトレードに関しては、日中チャートが見られる程度に余裕のある方、それから時間に融通の利く仕事をされている方にも向いています。一方のポジショントレードですが、日中チャートが見られない忙しい方、ゆったりとトレードしたい方、取引回数は少なくていいので、とにかく質を重視したいという方、あとは初心者の方にも向いている取引です。このように日々の仕事をしっかりとこなしながらも中長期で資産を増やしていきたいという方には、ポジショントレードは非常に理にかなった選択肢ということができます。ではなぜポジショントレードが初心者の方にもおすすめなのか、一つ例を取り上げて説明していきたいと思います。
今ですね、FX のユーロドルという通貨ペアのチャートを表示しています。4時間足チャートです。これ全体の動きを見るとですね、ジグザグと動いているということがわかると思います。山を作って折り返している点に注目しています。ここで折り返しています。ここでも折り返しています。ここもそうですね。それからここと、こういうところも山を作って折り返しています。はい。なんでこういうところで折り返しているのかなということで、今度は違う時間軸のチャートを見てみます。週足を開いてみましょう。こちらが週足のチャートなんですけども、こういうところにラインが引けるということがわかると思います。今斜めに引いたこのグリーンのラインですね。こういうのをトレンドラインというふうに言います。ではですね、一旦4時間足に戻って、この後のチャートの動きっていうのを見てみたいと思います。では4時間足を使ってチャートをコマ送りで進めていきたいと思います。はい、そうすると先ほど引いたラインの近く、毎回全くピタリというわけではないですけれども、このグリーンのラインの近くでまた山を作って折り返しているということがわかると思います。ここはほぼピタリですね。ここは少しラインに届かないところで反落しています。そしてここの部分に関してはラインを少しはみ出して山を作って折り返すような形になっています。このグリーンの斜めのラインが抵抗体のように機能しています。このように過去に抵抗体として働いた場所、こういう働きをするラインとかエリアのことをレジスタンスというふうに言うんですけれども、過去にレジスタンスとして機能している要素は将来も同様に機能するということは結構あります。今の例は過去にレジスタンスとして機能していたものが将来も機能したという例ですが、相場は日々動いていますので、新たに生まれるレジスタンス要素というのもあるわけです。こういった抵抗要素の影響というのを受けながら、相場というのはジグザグと進んでいきます。また今はですね、4時間足のチャートと週足のチャートでお見せしましたが、下位の時間軸の動きは上位の時間軸の動きに影響を受けやすいという特徴があります。だからチャート分析とかトレードをするときっていうのは、こういう抵抗になりそうな要素を把握することが重要になるんです。で、今お伝えしたことをイメージで表すとこのような感じになります。相場の中には様々な抵抗要素というのが存在します。価格がその抵抗要素のところまで来ると動き方は2通りです。これを無視して超えていく。これをブレイクと言います。またはその抵抗要素で折り返す。で、この抵抗要素がないところ、ここは価格が走りやすいポイントです。障害が何もないんです。だから多くの値幅を狙いやすいポイントになるんです。こういうオレンジで示した抵抗要素のところは、障害物レースのハードルとかに該当するんですけども、障害物レースも障害避けるときはスピード落ちますよね。で、次の障害まではまた全速力で移動します。相場もそれに似ていて、障害と障害の間を動いていくわけです。なので、極論すると、こういった障害を事前にどれだけ正確にかつ網羅的に把握できるかっていうのが、チャート分析で重要なポイントの一つになるんですけれども、さっきお伝えしたようにですね、買い足の動きというのは上位足の影響を受けやすいんですね。ということは、こういった障害を見つける作業っていうのは、今皆さんが4時間足のチャートを開いていたとして、4時間足だけで障害を見ていても意味がなくて、さらに上位の時間軸の日足とか週足とかも注意してみないといけないんです。で、先ほどのトレードスタイルごとの時間軸の話のところを思い出してもらいたいんですけども、各トレードスタイルで大体目安としてこれらのチャートを使うというふうにお伝えしました。では、ポジショントレードの場合、皆さんが日足を使ってトレードしようとしたとします。この時、日足から月足を見ます。最低この3つで障害を見極めます。一方で、デイトレードで1時間足を使ってトレードしようとしたとします。この時1時間足はもちろんですが、4時間足、日足、週足、月足、ここまで障害をチェックした方がいいです。とすると、一つの銘柄でも最低5つの時間軸のチャートを見ることになります。で、もっと短い5分足とかを使うとなると、さらにチェックするべき障害の数は増えます。で、初心者のうちっていうのは、どうしてもこの障害を見つけるスキルが不足していたり、経験が不足しているので、障害を見落としてしまったり、忘れてしまったりしがちになります。だから例えば5分足とか15分足とかで、こういうところでですね、買いだと言ってポジションを持ったりすると、実はこういうところにチェックしていなかった障害があって、そこから逆行してくる。だからポジションを持った後に逆行するっていうことが多いんです。それが難しいって感じさせる一つの要因です。で、一方でポジショントレードだと最低日足、週足、月足の3つで障害を把握しておくっていうことになるんで、対象の数が少ないし、見落としたり忘れる可能性が少ないということです。これがポジショントレードは初心者の方が取り組む上でも始めやすいトレードスタイルということの理由です。
で、これは同時に今ですね、スイングトレードやデイトレードを行っているけれども、なかなか結果が出なくて悩んでいるという人がトレードスタイルを変更する理由の一つにもなります。では最後に実際に僕が行ったポジショントレードの例を紹介したいと思います。ここまでのお話でポジショントレードの概要はつかんでいただけたかと思いますので、実際のトレードの例を見ていただくことでよりイメージしやすくなると思います。今回は FX のドル円をトレードしていますので、どういう点に注目しているのかに加え、時間軸の感覚をつかむのにも参考にしていただければと思います。まずはドル円の週足チャートを見ていきましょう。赤の縦線が2025年がスタートしたポイント。少し前後の動きっていうのを振り返っていきたいと思いますが、2024年ですね、このあたりの動きになりますけども、最近のことですので覚えている方も多いかと思いますが、7月に162円の少し手前をつけるまで上昇しました。で、その後日本政府の円買い為替介入というイベントもあって、ここを起点に下落が始まって、9月にはですね、140円をつけるまで大幅に下落します。その後9月の後半から再び上昇が始まって、2024年の年末には157円の手前まで上昇します。そして2025年の年明け以降ですね、年末の上昇の勢いというのが落ち着いて、7月につけたここの高値を超えることなく失速を始めます。この部分の動きというのを日足で見ていきましょう。日足を見るとですね、2025年の年明け以降、このような下降トレンドが発生しているということがわかります。で、僕がエントリーしたのは2025年の3月の半ばぐらい、このあたりですね。この下降トレンドに沿って、このあたりで売りのショートのポジションを持ちました。損切りはここですね。そして利益確定は140円到達で全て決済しています。値幅としては800ピップス以上取れたことになります。損失幅と利益幅の比率のことをリスクリワードというふうに呼ぶんですが、今回はリスクリワード3ぐらいのトレードとなりました。決済したのが4月の後半ですので、保有期間は1ヶ月半ぐらい。ポジショントレードの中では短い部類に入ります。で、ポイントなんですけれども、まず一つ目は週足の動きを狙っているということです。これがポジショントレードのイメージをつかむために大切な点なんですが、ポジショントレードでは週足とか月足の流れを狙うことが一般的です。また今回エントリーに使っているチャートは日足のみです。日足より小さい時間軸のチャートで何かを判断するということはしていません。で、実際僕自身は週足でエントリーすることもあります。このあたりが4時間足とか1時間足とか、場合によってはですね、もっと細かい時間軸のチャートをエントリーに使うスイングトレードとは違うポイントの一つだと思います。加えて今回エントリーは日足チャートで行い、エントリー、損切り、利益確定ともに全て指値です。なので、指値注文が約定したのを確認した後は完全放置。もちろんその間ももっと細かい時間軸のトレードっていうのは行ってますので、それらについては別の観点でまたチャートをチェックするんですが、このポジショントレードに関しては1日1回動きをチェックするぐらいです。損切りも利益確定も指値を設定してあるんで何もやることはありません。なのでその意味だと中長期投資に似ている部分もあります。指値だけで全て完結することができるというのも忙しい方にとっては魅力的だと思います。トレードというとですね、スイングトレードをやられている方、デイトレードやられる方含めて、どうしても短期の時間軸のチャートですね。1時間足とか15分足とか5分足とか、そういうものを使ってエントリーっていうイメージを持っている方多いと思うんですけれども、そういった短期の時間軸のチャートを使わなくてもトレードはできますし、今回紹介したように、日足だけでトレードしてもリスクリワード2とか3取るのは十分に現実的です。ぜひデイトレード、スイングトレードに続く第3のトレードスタイルとして参考にしてみてください。では、ここからはポジショントレードをこれから始めるにあたって必要なステップをお話ししていきたいと思います。実際に始めた後に手戻りが発生して時間を無駄にしないように効率よく進めていくためにはどのようなことを準備していく必要があるのか、僕の失敗経験を踏まえてお話ししていきます。またポジショントレードに取り組む上で必要なマインドセット、考え方も解説していますので注目してください。まずステップ1ですが、トレード環境を整えるというものです。トレード環境の1点目なんですが、ブローカー、取引業者の選定です。今使っているものがある方はそれでもいいと思うんですが、もし新しく始めるという方はですね、幅広い資産クラスと銘柄を扱っているところがいいと思います。先ほどもお伝えしたように、ポジショントレードは相場の大きな動き、大きなトレンドを狙ってトレードするスタイル。相場の大きなトレンドがいつどの資産クラスのどの銘柄で発生するかはわかりません。ですので、例えば FX の銘柄だけしか見ていないと、株やコモディティの銘柄で発生している大きなトレンドを見逃してしまうということもあり得ます。使うブローカーもですね、数が多くなってくると管理が煩雑になりますので、
できるだけ幅広い資産クラスや銘柄を提供しているところが重要なポイントです。2点目がチャートツールですが、これはトレーディングビュー一択です。理由は先ほどもお伝えした通り、多くの資産クラスや銘柄のチャートが一つのプラットフォームで見られるからです。通常ですね、ブローカーで提供されているチャートツールというのは、そのブローカーが取引を提供している銘柄のチャートしか見ることができませんが、トレーディングビューでは見られない銘柄はないのではというくらい圧倒的な数の銘柄のチャートを見ることができます。株価一つとってもアメリカの株価指数である S&P500 やダウ平均、ナスダック、または日本の株価指数である日経平均をはじめ、ヨーロッパや新興国を含めた世界各国の株価指数や個別株銘柄のチャートを見ることができます。その他、先ほど資産クラスのところで紹介した資産クラスは全て見ることができますので、トレーディングビューだけで網羅できてしまいます。もちろんですね、価格が特定の水準に到達した時にアラートを設定するということはできますので、限られた時間で効率的に監視を行うための機能は揃っていますし、世界中のユーザーが公開しているインジケーターを利用できたりと、ポジショントレードに必要な分析や監視を行う機能は全て揃っています。またトレーディングビューのチャート上から直接注文を出すことができるブローカーもありますので、その点もメリットだと思います。トレーディングビューのアカウントはメールアドレスだけで作ることができます。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。ステップ2は自分のトレードルールをしっかりと決めるということです。例えば週足で上昇トレンドが発生しているのを確認し、日足で押し目買いのパターンが出たら日足でエントリーを行う。もしくは節目となる高値のブレイクアウトでエントリーするとか、レンジブレイクを狙ってエントリーするなど、自分の得意なトレードパターンを最低一つ持っておくといいと思います。このチャンネルの過去動画でも押し目買いの方法やブレイクアウトの見極め方、レンジブレイクの取引方法、チャートパターンの使い方など様々な動画を公開しています。概要欄にリンクを載せていますので、今回の動画と合わせて確認してみてください。また損切りラインと利益確定の水準の設定については、直近安値割れで損切りを行い、利益確定はリスクリア度2から3を狙うなど、明確な基準を持つことで感情に流されにくくなりますし、こうした基準を設けることで、ポジショントレードの魅力の一つである指値だけでのトレードの完結もできます。損切りと利益確定に関しては、こちらの動画で詳しく解説していますので、合わせて視聴してみてください。続いてステップ3が取引対象の資産クラスと銘柄の選定です。これについてはもちろん皆さんご自身が好きなものを選んでいいと思いますが、先ほどもお伝えしたようにポジショントレードが狙う大きなトレンドがいつどの銘柄で発生するかは分かりません。ですので一つのアイデアとしては、先ほど紹介した資産クラスの中から最低一つずつ選んでそれらを監視しておくということです。例えば株からは米国株の指数の S&P500 を見る。日本株を見るなら日経平均も加える。債券に関しては世界で最も注目される米国債の10年ものを監視する。コモディティについては原油かゴールドのどちらか。為替なら世界で最も取引が多いドル円かユーロドルのいずれか。暗号資産ならビットコインまたはイーサのうちどちらかといった具合ですね。このように一つの資産クラスから一つ選んでも5銘柄ですから、日足、週足、月足の3つを見るとしてもそれほど監視が大変にはならないと思います。そしてステップ4が少額からテスト運用を行うという点です。ここまでのお話を聞いてですね、実際に取引を始めたいと感じた方もいらっしゃるかと思いますが、いきなり本番の運用資金を投じて取引するのではなく、まずは少額の実資金を使ってテスト運用するというのが非常に重要になります。その理由を説明したいと思います。こちらの図が実際にトレードで運用を始めるまでのステップを表したものなんですが、左から過去検証、バックテストと呼ばれたりもします。それから真ん中のフォワードテスト。このフォワードテストが少額のテスト運用に該当します。そして最後に本番の運用資金を用いて運用するという順番になっています。まず過去検証ですね。この目的なんですが、これは皆さんがこれから利用していく手法の有効性を検証することです。これから中長期で運用していくわけですから、数回勝って終わりなのではなくて、中長期的に運用してリターンが得られるかどうかを過去のデータ、チャートを使って検証する必要があります。そして次の段階がフォワードテストなんですが、ここでの目的はお金を儲けることではありません。過去検証で検証した手法をリアルタイムの相場で同じように検証し、過去検証で得た結果と同等の結果が得られるかどうかを少額の実資金を使って行います。この実資金を使ってリアルタイムの相場で行うという点がポイントで、過去検証では得られない相場の動きを待つという行為や、実際に資金を失うという痛みが発生します。そうした状況であっても感情に左右されずにルールに沿った判断ができるかどうかをチェックしながら取引の方法に習熟するというのが目的です。
で、この少額からのテスト運用をしなかったというのが、僕がトレードを始めたばかりの頃の失敗の一つです。で、僕はですね、このフォワードテストがあるっていうのを知らなかったんですね。だからぶっつけ本番だったんです。で、初心者の頃っていうのはですね、大体うまくいかないんですね。どういうところで失敗するのかというと、本来トレードをするべき美味しいポイント、優位性のあるポイントということもできますが、そこまで待つっていうことができないであるとか、あとは感情的なトレードをしてしまうということもあります。なんとなくポジションを持つとか、リベンジトレードといって負けた分を取り返そうとして無茶なトレードをするとか、相場が大きく動いた後に衝動的に飛び乗ってすぐに逆行して損切りとかですね。で、トレードで利益を出すために重要なのは、一貫性のある取引を継続できるかどうかなんです。もちろんこの動画の中でお話しした資金管理とかリスク管理とか、あとはチャート分析の基本的なこと、取引のテクニック的なこととか、そういった土台になるスキルがあってのことなんですけれども、この一貫性っていうのが重要です。そしてこの一貫性のあるトレードができるように訓練するには、フォワードテストという実際の相場で少額でもいいので、資金を失うという痛みを伴いながら取引に習熟していくというプロセスが必要です。スポーツとかでもそうですよね。普段素振りとかシュートとかパスの練習を散々やって、それを練習試合という相手が実際にいる中でさらに練習して試して、そこで初めて大会とか公式戦に臨んで結果が出るわけです。トレードも同じで、まずは相場で戦う武器となる取引手法。これには資金管理とかリスク管理も含んでのことですけれども、これを練習して、リアルタイムの相場で感情とかいろいろな雑念に惑わされずにルールに沿って取引できるのか、そうやって取引に習熟する必要があるんです。で、過去検証とフォワードテストの詳しい方法については、これだけで30分以上の動画になってしまいますので、こちらの動画で実演付きで詳しく方法を解説しています。ぜひ合わせて視聴してみてください。それでは最後にポジショントレードを行うにあたって必要な考え方、マインドセットについてお伝えしていきたいと思います。ここまでいろいろなポジショントレードに関する知識をお伝えしてきたわけなんですが、それと同じぐらい大切なのが取り組む上での考え方の部分です。まず1点目が忍耐です。ポジショントレードの魅力の一つは相場の大きなトレンドに乗ること、大きな値幅をトレードすることですが、だからといって今すぐ大きな値幅のチャンスを得たいがために、プランもなしにポジションを持つと、結果的に不利な場所でポジションを持つことにつながります。こちらは FX のユーロドルの週足チャートです。ここの部分の動きに注目してください。このような下降トレンドが発生しています。そして今度はここの部分に注目してください。このように揉み合っていることがわかると思います。ここの安値を下抜けたタイミング、これをブレイクと言いますが、ここの安値をブレイクするまでローソク足が1、2、3、4、5、6、7、8、8本分あります。これは週足ですから1本が1週間の動きを表します。ということで、この安値をブレイクするまで8週間かかっているわけです。つまり2ヶ月ですね。今度はここの部分を見ていきましょう。ここの安値をブレイクした後に戻しを形成して再び下がって今度はここの安値をブレイクという流れになっています。ここの戻しの部分に着目するとここは3週間かかっています。ポジショントレードというのはトレンドフォローが基本ですからトレンドと逆方向は原則狙いません。つまりこの戻しを形成している3週間は何もやることがない、ひたすら戻ってくるのを待つということになります。ですので、数週間から場合によっては数ヶ月ですね、ひたすら待つという時間が続くこともあります。このように波が押し寄せては引いていくリズムと、ポジショントレードならではの時間軸と合わせて、焦らずに待つことができるか、これが非常に重要です。相場というのは動き出すまでが最も長く、動き出した後は早いです。ポジショントレードはいい波が来るのを待つのが最も大切。この点をぜひ覚えていただければと思います。それから2つ目が自分のルールを信じるというものです。ポジショントレードはポジションを長く保有することが特徴の一つですが、それゆえに発生しやすい問題というのもあります。それがポジションを持っている途中で、この判断は間違っていたかもと不安になることです。例えば動画の中で紹介した僕が実際に行ったトレードですが、これですね、エントリーしてから2週間ぐらい逆行してるんです。で、僕はエントリーした後は放置だったっていうのもあるんですが、自分が決めた撤退水準を超えるまでは、そのプランに沿って保有を続けたんですけれども、あまり長い間逆行が続くと不安になるということもあるかと思います。ただし、しっかりと事前に定めたルールに従っていれば、それは正しい判断ですので、自分のルールを信じるということが重要です。そして自分のルールを信じるためには、何らかの根拠が必要ですよね。これをやっていれば大丈夫だという自分を説得する材料です。それは経験であったり、過去相場の検証を通じて形成したモデルだったりするわけですが、
経験を積むには時間が必要なので、その経験不足を補うためには、やはり先ほどお伝えした過去検証が重要ということになります。また逆行している間に口座の含み損を見ていると不安になるという方におすすめなのは、これはもちろんブローカーによって制約はあるんですけども、ポジショントレードの口座を分けるというものです。実際僕も分けています。分けておいて、あとは指し値をセットしたら放置がおすすめです。それから3つ目が相場に期待しないこと。これは特に損切りに関係します。ポジショントレードは長期でポジションを保有するから、仮に損切り水準を下回ってもいつか戻ってくるんじゃないですか、損切りしなくてもいいんじゃないですかというふうに思う方もいるかもしれませんが、これが最も危険です。確かにトレードを繰り返していれば運よく戻ってくるということもあります。ただ仮に戻ってこなかった時に、それまで運よく戻ってきて助かっていた分を全滅にしてくるのが相場です。これはポジショントレードに限った話ではなく、デイトレード、スイングトレード、スキャルピングでも同じ話ですが、相場には期待せずに損切り水準を下回ったら速やかに撤退するということが必須です。はい、ということで今回はポジショントレードの始め方ということで、一通りの内容ですね、準備することを含めてお話ししてきたんですけども、まずとっつきやすい最初の一歩として、チャートを月足や週足といった長期の時間軸で一度しっかりと見てみるということをお勧めします。普段から意識していないと、こういった長期の時間軸のチャートを時間をかけて見るっていうことってあまりないと思いますが、実際見るとこんなにシンプルなんだというふうに思うはずです。それだけでこれまでと違う視点が得られたり、短い時間軸のチャートとの共通点も見えてくると思います。ぜひデイトレード、スイングトレードに続く第3のトレードスタイルとして参考にしてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。